永平寺行きのバスの案内をめちゃくちゃマイクでしてくれてるから、それは分かりやすい。ありがとうございます。コーヒー飲むとことか結構多いね。目の前もコーヒー屋さん、ちょっとレトロな感じだし、でも綺麗そう。なんか全体的にさ、ホスピタリティっていうの、なんか観光しやすいよね。観光客を歓迎してくれて、困らないようにしてくれてる感じをすごい感じて、良き。曹洞宗っていう方の総本山、へえ。禅寺の。すごい。もうほんと雪の中に来た感じ。いいね、雪があるタイミングで来れて。結構大きいね。すごい。修行僧の人たちいっぱいいて、本当に真剣に修行してるから、ちょっと雰囲気は違うな。確かに、なんか私ちょっと学校っぽいって思っちゃったんだけど、まあそういうことですよね。お坊さんにとってはたくさんのこう修行の学校的な役割があるんだ。うわ、すごい。池凍ってるよね。凍ってますよ。あれ、お坊さんのさ、修行僧の靴よね。なんかさ、同世代の何かを勉強してる人が集まるとさ、独特なやっぱあの雰囲気ってあるんだなみたいな、ちょっとなんか高校の時のクリスマス礼拝の練習を思い出した。お、綺麗。いや、生えてきた。マジ嬉しい。やっぱ全体的に天井高いよね。むき出しの木がさ、綺麗なんだけどちょっと古いな。200年ぐらい前。こういうとこ来て建物内をぐるぐる回ったのは初めて。面白いね。ちょっと普段と違う体験ができるね。修行中のお坊さんとかもさ、普段見れないのに見られるしさ、
なんかこういう感じなんだみたいなものが肌で感じられてすごい面白かった。ちょっと軽いよ、昨日より。軽い？本当？あ、本当だ。かき氷みたい。いいかき氷。うわ冷たすぎる。いやかき氷みたいだったけど、めっちゃ冷たい。シャクシャクだった。赤い。寒い。なんかあれだな、お汁粉とか食べたいね。私感じる。はい、ごめんなさい、遅くなりました。そんなことあるね。優しい味だよ。うん。美味しいよね。美味しい。あったかいアップルこれうまいよな。ちょうどいいよね。ぬるくないけどやけどするほど熱くもないし、サクサクしてるし、ちょっと甘めだからさ、寒い中歩いて疲れたからちょっとすごい癒された今。ほっと一息。雪国いいね。うん。そばの香りも全然違うよ。美味しい。うん、良い。私でもわかるぐらいそばの香り全然違う。めちゃくちゃお出汁の味するね。ね、大根入れるとすごい味変する。こっちがまずとろろだよね。面白い。これ全部さ、大根おろしが入ってるよね。大根おろしのみとプラスわさびプラスとろろ。面白いな。いや寒いからさ、出汁が効いたあったかいそばがすごいしみる。美味しい。やっぱ寒い地域のあったかいものは染み方が違うね。快適な旅。整備されてたね。だいたいバスで30分で移動できるところも良かったし、駅前にいろいろ充実してるし、良きだ。良きだった。